どうも、モブです。今回は新スキルの先行についての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、風属性の疾風脚ルーンについてだよ。疾風脚は、ブレイク台の効果とシールド適用の効果を持ち、さらに攻撃が命中するたびに与えるダメージが増加するよ。風属性のブレイクスキルとしては、真空波が強すぎるので、どれだけ対抗できるかが勝負になるね。次に、検証及び解説だよ。疾風脚は、1ヒットごとに与えるダメージ増加の効果が重複していくため、ヒット数が増えるたびに、1ヒットごとのダメージが増加するよ。そのため、今回の検証では 5007% 相当のスキル倍率になり、ブレイクスキルでありながらもかなりのダメージを叩き出すことができたよ。また、疾風脚の与えるダメージ増加の効果は、このスキルだけではなく、バフ効果として8秒間維持されるため、その後のスキルにまで影響を与えることができるよ。よって、疾風脚は、ウィンドシュラウドとブレイクスキルの要素を足して半分で割ったようなものになるよ。現状では真空波が強すぎるので、かなりブレイクがきついステージでない限りは使うことがなさそうかな。次は水属性の流水脚についてだよ。流水脚は攻撃が命中するたびに流水効果が重複していき、流水脚の水属性ダメージとスキルダメージ増加の効果が大きくなっていくよ。また、これまでの水属性スキルは連鎖爆発しか火力を出せず、ブレイク状態と限定的であるため、かなり不遇な状況だったよ。次は流水脚の検証及び解説だよ。流水脚は1ヒットごとに流水効果が重複していくため、2ヒットから4ヒットにかけてダメージが増加傾向にあるよ。また、このスキルを使った人はわかると思うけど、かなりのダメージを叩き出すことができるよ。その理由としては、実際の戦闘で出たダメージが伝説等級レベル22基準で 13,850% のスキル倍率に相当し、最強と言われるバイルスラッシュに近い数値であるからだよ。残念ながらバイルスラッシュを超えることはできないけど、この次に実装される新武器のアロンのオーブ次第ではさらに評価が高くなる可能性があるよ。次は火属性の塩化脚についてだよ。塩化脚は攻撃が命中すると攻撃力の 500% のダメージを継続的に与える火傷効果を敵に付与し、火傷効果適用中の敵に対して塩化脚の与えるダメージが増加するよ。想像以上に強敵だ。次は塩化脚の検証及び解説だよ。塩化脚は自身が行った検証の結果、スキル倍率以上のダメージを与えていることが分かったよ。もちろんスキルダメージ増加の効果を踏まえてもダメージが大きくなり、水属性の流水脚を超えるダメージになったよ。しかし、これが仕様なのかバグなのかは分からず、これまでのスキル説明文とは若干違った表記になるので、全く異なる計算式になっている可能性もあるかな。ただ、今回の検証では真相にたどり着くことができなかったので、分かり次第動画にするよ。次は光属性の修羅脚についてだよ。修羅脚はブレイク特大の効果を持ち、使用すると12秒間与える光属性ダメージが増加するよ。また、光属性のブレイクスキルでは第一衝撃や残影剣が使われているので、これらのスキルと対抗することになるかな。次は修羅脚の検証及び解説だよ。修羅脚は検証を行ったギルドボス女王アリでは弱点属性ではなく属性ダメージが適用されないため、かなり低いダメージが出たよ。しかし
仮に属性ダメージを適用したとしても他のルーンに比べると圧倒的に火力が低いのでブレイク特大の効果がメインになるかな。また光属性武器で攻略する場合、黄金王の狐を編成する機会が多く、光属性ダメージ増加の効果が大きく適用される効果を持つため、修羅脚の光属性ダメージ増加の恩恵がかなり小さくなってしまうよ。最後にまとめだよ。今回の検証では先行スキル自体が悪くなく、4つのスキルルーンが全て完全に使われないレベルということはなさそうかな。その中でも水属性の流水脚は一番期待ができるものになるので、合成や細工を通して優先的に確保しておこう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。